今日からロサンゼルスに行きます。ぜひご覧ください。今3時45分なんですけど、2時半ぐらいに着いて、結構カウンターとか手荷物検査が並んで時間がかかっちゃいました。今JALのラウンジに来て、やっとご飯が食べられます。今回の飛行機は JAL16 便、羽田を5時に出て同日朝11時にロスに到着します。今回のチケットは JAL の70周年記念のセールでお得に購入したプレミアムエコノミーで行ってきます。去年11月にマイアミにいた時とドリンクメニューは変わっていませんでした。とりあえず飲み物はスパークリングワインを飲むことに。お食事は京都の日本料理兼屋酒井健也シェフ監修メニュー、ネギたっぷり焼き豚丼かチキンのとろとろ卵ライスでした。とりあえずお食事まで映画を見ることにしました。ディズニーのスター・ウォーズエリアのために予習をすることに。エピソード567があったのですが、5以外はほとんど寝てしまいました。果たしてライズ・オブ・ザ・レジスタンスは楽しめるのでしょうか。登場してから1時間お食事が始まりました。こちらがスパークリングワインです。お食事はネギたっぷり焼き豚丼にしました。温かいお味噌汁と一緒に美味しかったです。やっと到着2時間前、無印良品ウェルビーイングのコラボメニュータコライスです。美味しくいただきました。10時間のフライトの後、無事に到着です。時刻はお昼の11時。まだまだこれから活動できる時間なので楽しみです。入国審査に向かう途中見えてきました。これです。LA Vlog でよく見るこの国旗、漏れなく私も撮影してしまいました。初めてのロサンゼルスの旅、いい旅になりますように。荷物を受け取り配車サービス乗り場へ向かいます。無料のシャトルバスがあるのでグリーンの柱まで行きましょう。少し待っていたらバスがやってきたので乗り込みました。車内からの映像で見にくくてごめんなさい。無事にウーバーに乗り込みダウンタウンに向かいます。今回宿泊するホテルはシェラトングランドロサンゼルス。公式ホームページから予約をして6泊$1530でした。近くにスキッドローという治安の悪い場所があるようですが、夜は絶対に出歩かないと決めていたので危ない目に遭うことはありませんでした。がしかしお昼にシェラトン付近を歩いていても不老者や行動がおかしな人が必ずいたので、すれ違う時は目を合わせないように気をつけていました。このシェラトン、アナハイムやサンタモニカへは少し離れていますが、スーパーやメトロが近くにあってとても便利でした。ホテルまではウーバーで約$53。まだお昼の12時過ぎですが、チェックインできないかな。カウンターに行くとお部屋が用意されてるとのこと。アサインされたのは2004号室。エレベーターに乗る前の操作が難しく手間取ったので簡単に説明します。乗る前に装置にカードをかざし、どこに行きたいか選びます。その後行きたい回数をタッチし少し待つと乗るカゴが指定されるのでそれに乗ります。早速ルームツアーしていきますね。こちらのお部屋はシェラトングランドの一般的なお部屋。29平米でキングベッドが1つあります。毎日ペットボトルのお水が2本もらえて、通路の一角にアイスベンダーもあるので冷たい飲み物も飲むことができます。そしてこちらがコーヒーメーカー。フィルターをセットしなければお湯も作ることができたので、4つほど持っていったカップラーメンも作ることができました。窓からの景色はこんな感じです。高いビルに囲まれていますが、割と日当たりは良いように感じました。サイドテーブルには目覚まし時計、サイドライトには電源がついていたので寝ながら充電もできました。2017年にできたというので比較的新しく清潔感がありますね。そうそう、アメリカホテルあるあるのスリッパがなかったので絶対に忘れないようにしましょう。こちらのサイドテーブルには電話とメモ帳がありました。シックなアートも飾ってあって落ち着きます。壁にはエアコンのリモコンがあるのですが、冷房にすると効きすぎてしまい調整がとても難しかったです。夜は結構冷えるのでエアコンを切っていることが多かったです。そしてこちらがバスルームです。ミラーのデザインが可愛くてテンションが上がります。アメニティはハンドソープとボディーローション、ギルクリスト&ソームズというシェラトンのシグネチャーコスメでした。タオルも十分にあります。お風呂はなんとバスタブがあり、これまたテンション爆上がりです。さっきと同じブランドのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがありました。シャワーは安定の固定式で水圧は少し弱めな気がしました。お風呂に入ると足元がびしょびしょになってしまうのがたまに傷です。もちろんトイレはノンウォシュレット。物置スペースがしっかりあるのでコンパクトですが使いやすかったです。入り口すぐにクローゼットがありました。ハンガーは10本しかなかったです。奥にはアイロンとアイロン台もありました。
お次はテレビの下のボードを見てみましょう。小さめの冷蔵庫なのであまりたくさんは入りませんでした。さてルームツアーはこの辺にして近くのホールフーズに行ってみたいと思います。ホールフーズではちょっとしたデリを買いホテルで食べることにしました。このデリは量り売りで約 450g につき12ドルで食べられます。この量で 19.3 ドルでした。せっかくなのでカリフォルニアのカベルネソービニアも買ってみました。これからドジャースタジアムに行ってドジャースの試合を見る予定です。その前に腹ごしらえというわけです。いい感じでテンションが上がってきました。今日のドジャースはレッズとの対戦、4連戦中の3試合目です。試合開始は6時10分、4時過ぎにホテルを出ました。行き方に悩んでいたらどんどん時間が過ぎてしまい、結局ユニオンステーションから無料バスを使っていくことにしました。セブンスストリート駅から3駅先のユニオンステーション駅へ1回乗るのに 1.75 ドルクレジットカードで買えましたよ。確か日本語も対応していたと思います。早速チケットをゲットし地下鉄へ。地下鉄は乗るつもりはなかったのですが、渋滞に巻き込まれるよりはと地下鉄を使ってみることにしました。案の定普通じゃない人たちが結構いたので十分に気をつけました。無事にユニオンステーションに到着しバスターミナルに向かいます。親切に縦看板が出ているのでそれに向かって進むだけです。もしくはドジャースのユニフォームを着た人たちがたくさんいるのでその人たちについていけば OK。 この駅は長距離バスも出ているのでとても広くて綺麗です。スタジアム行きのバス停はベイナイン。係員の方が大きな声で案内してくれているので安心です。この時点で時刻は5時。スタジアムに着いたらグッズも見たいし探検もしたい。結構ギリギリになりそうなのでもっと余裕を持って行動すればよかった。左の方に9のマークが見えてきました。バスに乗ること約20分。ドジャースタジアムの門が見えてきました。右の方にドジャースキティちゃんが。シャトルバスが止まったのはセンターフィールドだったよう。いわゆる外野側ということですね。帰りもバスで帰る方はぜひ乗り場を覚えておいてください。バスを降りて人の流れについていくとこの景色。大谷くんが待ってるのね。ここで手荷物検査です。小さいバッグか中身が見えるバッグじゃないと入れないので要注意です。スウェットや水筒もチェックされます。そうそう、この日はウィル・スミスのボブルヘッドがもらえる日。まさかもらえると思わなくてとっても嬉しかったです。その人形がこちらです。見るものすべてがかっこよくて写真と動画を撮りまくり、時間がないというのに全然前に進めません。ノリノリ音楽にノリノリになってやっと前に進むことができました。とりあえずグッズも見たいので外側に回ってみました。歩いていると前方に大谷くんが描かれた壁画がグッズが欲しいと言っていたのに今度はこの壁画を見に行きたくなってしまいました。全然ゲートなども分かりませんでしたがとりあえず進んでみることに。この先にはちょっとした放送局のブースがありました。これがさっき見えていた壁画です。てっぺんに大谷くんが微笑んでいて思わず声が出てしまいました。そのたもとにはドリンクブースがあり試合前にお酒を楽しむことができます。ふと見渡すとグッズショップもあったので急いで入ることにしました。さっきは大谷君しか目に入りませんでしたが左下には山本由伸投手も描かれていました。ショップに入ると目に飛び込んできたのは大谷グッズ。いろんなデザインの大谷グッズがあったのですが一番シンプルな大谷17という T シャツはメンズかキッズしかなく仕方なくデコレートされた T シャツを買うことに。ユニフォームタイプは96ドル、T シャツで50から60ドルぐらいでした。レジもすごく並んでいたので時間に余裕を持ってきてくださいね。ペットグッズやベビーグッズもあったので隅々まで見たら楽しいと思います。外に出ると謎のキャラクターが子供たちがサインをもらっていましたよ。迷いながらも球場の中に入ることができました。もう6時ですがこの明るさです。ここは外野側で1階席でした。手前のエリアで投球練習が見えるとのことで行ってみることにしました。試合開始まであと10分でしたがレッズの選手が投球練習をしていました。貴重なシーンを見ることができるので時間がある人はぜひ。今回のチケットはチケットマスターで試合の3日前に購入。2階のバックネット裏ロッジボックスと言われる場所です。手数料込みで1人186ドルだったそうです。2階に上がり101エリアを目指します。一応チケットを確認しますがその後は出入り自由でした。このオルガンの音色がアメリカ来たって感じがしますよね。
とりあえず早く席を見つけて座りたいところです。もう間もなく試合開始ということもあって席が埋まりつつあります。とはいえ一番フィールドに近い席は高額なためかガラガラ。It's time now for the starting lineups for tonight's matchup between the Cincinnati Reds and your Los Angeles Dodgers. 選手紹介が始まるギリギリに席に着くことができました。 First, let's welcome the visiting Reds. Leading off. 一息つく間もなくドジャースの選手紹介が始まりました。なんかかっこいい。最初にドジャースの監督デーブ・ロバーツの紹介。この日はなんと大谷君が1番バッターだったのです。2番はフレディ・フリーマン、通算打率3割超えの安打製造機と呼ばれているそうが、私は大谷君以外の選手を全く知らず、聞いていても全然頭に入ってきませんでした。監督同士でメンバー表交換です。プレイボールの後、水筒に飲料水を入れにやってきました。152エリアの通路側にあるので覚えておくといいかもしれません。水の味はあまり美味しくありませんでしたが、飲めなくはなかったです。1回表があっという間に終わってしまい、席に戻る前に大谷君の打順が、とりあえず通路から見守ることにしました。水を汲んだついでにビールも買ってきました。このビール1本 18.99 ドル、チップや税で2本買ってトータル 47.29 ドルでした。再び大谷君の打席が回ってきました。なんとか打ってほしいな。なかなかうまくいかないものですが、ドジャースは激強チームなので淡々と点を取っていきます。3回裏に2点を獲得しました。5回の裏に大谷君の第3打席、2塁に選手がいて大チャンスです。がしかしレフトに打ち上げてしまいアウトとなってしまいました。時刻は8時、やっと暗くなってきましたが、日が落ちると一気に寒くなり、スウェットを着ないと無理な気温。7回裏、大谷君の第4打席、打ったと思ったらゴロでアウトになってしまいました。試合は8回の裏、チームは3対0で勝っているので観客も大喜び。再び1点を追加し9回表、ここを守ればドジャースの快勝。その回無事に0点で抑えてドジャースの勝利。大谷君は活躍しなかったけど見れて満足。ドローンショーがあるかと思ったらありませんでした。外に出てウーバーを呼ぶにも混みすぎて呼べず、挙句の果てにトイレに行きたくなってしまったのですが、球場外に一切トイレはなし、ウーバーからシャトルバスに切り替えたのですが、乗り場が分からずうろうろ、来たところとは逆サイドに乗り場がありました。そうこうして結局シャトルバスに乗れたのが9時半ごろ。ユニオンステーションまでトイレに行けなかったのでご注意ください。ユニオンステーションから再び地下鉄に乗り、無事にホテルに帰ってくることができました。帰りの交通手段とお手洗いのチェックはくれぐれも忘れずに。次回はハリウッド観光 Vlog をお送りします。ぜひお楽しみに。